フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、ルアーを狙ったところに投げる方法についてやっていきたいと思います。最近はですね、釣り人もだいぶ増えて、初心者の方も、増えてます。初心者が最初にぶつかる壁であるこのキャスティング、まず狙った場所に投げるという、基本的なことなんですけど難しいところです。そこをですね、今日は徹底的にやっていきたいと思います。誰でも狙った場所にルアーを投げ込む方法です。なので、今日使うタックルはこちら、初心者セットでございます。僕が普段使ってるルアー1個分ぐらいの値段です。それで竿とリールが買えちゃいます。この竿とリール、ライン全て合わせて3000円のセットタックルで、今日はやります。早速やっていきましょう。まず狙った場所を投げるにはまっすぐ飛ばす技術が必要です。まず狙ったところに対してまっすぐ投げること、そしてその投げたルアーをこの飛距離のコントロールですね。手前に落とすのか奥に落とすのかっていうこの距離感のコントロール、その2つが必要になってきます。ではそのまっすぐ投げるという方法をご説明します。まずは正しく竿を握ります。握り方はこうです。利き手をですね、リールのフットを包み込むようにこういう感じで握ります。そして反対側の手をグリップエンド、このグリップの下側を掴みます。これが基本的な持ち方になります。もう悪い例はこうやって持って、例えばこうやって掴んでですね、こういう持ち方とか、あとは、右利き右巻きの人で、たまにいるんですけど、こうやって持ってこう両手で投げる人とか、そういう人もいます。ですが、最初は不慣れでも、無理やりでもこの持ち方に慣れてください。もともと違う持ち方でスタートしてた人も、この持ち方に直した方がいいと思います。まずは竿をまっすぐ振るということを覚えてください。まっすぐ振るということは、このラインまっすぐしか飛びようがないんですよね。こう投げて横には飛んでいかないはずなので、まっすぐ振るという練習をしてください。悪い例なんですけど、こう脇が開いててブレている人とかがいますね。そうならないためにまっすぐまず投げるには、リーの部分を持って、そしてグリップエンドを握って、自分が投げたい的に向かってこの竿を向けて、そのラインに合わすというのが大切になってきます。次に大事なのがこの垂らしです。垂らしというのは、穂先からルアーまでのこの糸の間のことを言います。この垂らしが短かったり、長かったりすると、これもミスキャストの原因になります。竿の硬さによって変わったりもするんですけど、適正な長さは20センチから40センチの間ぐらいだと思います。これぐらいですね。そしたら、この垂らしを後ろに持っていくんですけど、この持っていく時にですね、こうやってルアーが竿に当たらないように気をつけてください。これを全く同じ向きでこう下げてしまうと、こうルアーが竿に当たって傷つけたりとか、この糸に絡まったりして、またこれをほどくっていう手間が出てくるので、ルアーを後ろに持っていく時は少しこう横から持っていくようにすると絡みません。でこの状態で後ろまで持っていきます。でその時にですね、この後ろのルアーがこうブラブラしてると投げにくいです。そしてトラブルの原因になります。この時に気をつけないといけないのは、ルアーが落ち着くまで待つということです。しっかり後ろを見て、ルアーが落ち着いてるなと確認できた上でキャストに入ります。悪い例ですね。悪い例は、例えば垂らし長すぎて
たらし長くてこういってブラブラしてる状態で投げたりとか、もしくはこの例えば風が吹いててルアーがこう横に行ってるのに投げたりとかすると先っちょに絡まったりとか自分の耳に引っ掛けたりする原因にもなります。こうブラブラしてると自分に当たるぐらいの距離になります。結構危ないです。短い竿でたらしが長いと結構釣り人の耳をかすめたりとかする原因にもなるので、特に短い竿の時はたらしは短めで投げるようにしてください。そして準備ができました。ここから投げていくんですけど、次に気をつけないといけないのはこの人差し指を離すタイミングです。この人差し指を離すタイミングが例えば早すぎると、例えばこの辺で離してしまうとルアーは上に飛んでいきます。逆に離すのが遅いと下に叩きつけるような感じになって手前にドポンって落ちます。なのでルアーを離す位置は、この辺ですね。一番こう指で持っててグッとルアーの重みを感じるタイミングで離します。それでは投げてみたいと思います。この辺です。だいたいこれぐらいの角度で離すとうまく飛んでいきます。ここぐらいの角度ですね。これでまっすぐ投げることができるようになりました。次にですね、まっすぐ投げれたのはいいんですけど、この対象物に対してしっかりそこに落とすっていうのが大事になるので、距離感のつかみ方です。飛びすぎてもダメだし手前に落ちすぎてもダメということで、そのドンピシャで点で落とすための技術です。キャストしたルアーですね、ヒューッとまっすぐ飛んでいくんですけど、その飛んでいる途中で自分の思惑通りにピタッて止めることができれば、この距離感というのを作ることができます。竿を持ってない側の手、こちらで出ていくラインを押さえることによって距離感の調節を行います。それではやっていきましょう。飛びすぎたと思ったら止める。はい、もう一回いきます。キャストした後すぐに止めれば、この振ったライン上で手前に落とすことができるし、投げてしばらく経って止めると奥の方で落とすことができます。それを今からやってみたいと思います。はい、これはもう手前の狙い方です。はい、ライン上で奥に落とすことができました。この竿をまっすぐ振るということと、このラインを押さえるという2つの行動で狙ったところに落とすことができます。右投げ右巻きの人がいます。それはどういうことかというと、右手で投げた後に持ち替えて右巻き、はい、右巻きの人がいます。そういった人はどうやって、ラインを止めればいいかというと、投げてそのまま持ち替えて右手で止めます。で締めて巻き始める。左手で止める人もいるんですけど、例えばシンキングのルアーだとその持ち替えてる間に根がかったりする可能性があるんですよね。例えば投げてこう止めました。そして今ルアーが沈んでます沈んでます沈んでます沈んで巻き始めましたってなった時にはもう根がかってるっていうことがあるんですよ。右投げ右巻きの人はルアーが飛んでいる間に変えた方がいいですね。そうすることによってルアーが着水してすぐに動き出すことができるので、沈んでいって根がかりっていうことを減らせます。そして右投げ左巻きの方はこういったこともできます。放出したラインを人差し指で止めることができます。そうすることによって左手が開くのですぐに巻き始めることができます。なのでこうやって止めた後に締めて巻き始めるよりも
指で止めることによってより正確なキャストをすることができるようになります。こうやって左手で止めてもいいんですけど、右手の人差し指で止めることもできます。そしてもう一つ応用編として、向かい風が吹いている時ですね。向かい風というのは釣り人側に風が吹くことなんですけど、これが吹いていると微調整が効きにくいです。ルアーが高く上がってしまうと、その放出されたラインがふわっと膨らんで、それが逆に風に振られてルアーがブレてしまうので、それを作らないためにできるだけライナーにビシッと狙った場所に投げます。はい、なので投げ方的にはこうやってふんわり投げるんではなくて、こうライナーでビシッと入れます。はい、低い弾道でビシッと入れることによって、ふんわり投げた時より風の抵抗を受けないので、狙った場所に落ちます。いきます。はい、こういう感じで少しスピードが速くなります。なのでスピードが速くなるということは、この指を離すリリースのタイミングもより短くなって分かりにくいということなので、これは練習が必要です。はい、ということで狙った場所にルアーを投げる方法でした。ぜひ皆さんも試してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。